この曲はなんだ。皆さん、東京ゲームショウ2015スクエアエニックスブースへようこそいらっしゃいました。この時間はファイナルファンタジー15アクティブタイムレポート東京ゲームショウ出張版をお送りしたいと思います。私は本日の進行を務めますスクエアエニックスの大藤です。皆さんどうぞよろしくお願いします。さあ、それでは早速この方をお呼びいたしましょう。ファイナルファンタジー15ディレクターの田畑はじめです。皆さんどうぞ大きな拍手でお迎えください。皆さんこんにちは。こんにちは。どうもこんにちは。いやー、すごいお客さんです。はい、これありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね。今ね、FF の顔とも言えるうちの北瀬プロデューサーが、はいはい、ここでユーザーの皆さんに混じってステージ見ようとしたんですけど、係員の人にどいてくださいって言ってどかれたと。で、ユーザーさんを優先でということで、今モニターで見てます。はい、はい、皆さん今日はようこそおいでくださいました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ありがとうございます。今回の ATR は YouTube ライブはもちろんのことニコ生様でも生中継中です。ニコ生でご視聴中の皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで、はいはい、なんすかその T シャツは。いいですね。皆さんちょっとこれご覧ください。僕にやや小さいですけどすいません、お見苦しい感じで。ただですね、ホール10でですね、本日スクエニの物販コーナーが出てるんですが、そこでこれ実は販売している FF15 のオフィシャル T シャツです。どうですかこれ。ぜひお買い求めいただければと思います。物販コーナーでお求めいただけますので、気に入った方ぜひ、お求めいただければと思います。はい、お願いします。普段も使えるようなデザインなんでおすすめです。っていうかそういう大藤さんも皆さんこれちょっと見てください。こちらですね、実はまだ発売されてなくて、はいはい、今後発売予定の新しい T シャツになりますので、こちらも発売になりましたらぜひ皆さんよろしくお願いします。これまだサンプルですよね。サンプルです。はい、じゃあ一回触りましょうか。はい。はい、ということでじゃあ早速進めてまいります。まずはですね、はい、本日のお品書きからご紹介させていただきます。はい、はい、これは事前にお知らせしてなかったんですが、まずファイナルファンタジーアギトに関するちょっとした情報があるということで、これが1つ目に来ます。はい、続いて、前回の ATR だということで、ゲームスコンからパックスプライムまでの情報を簡単にまとめています。はい、わかりやすそうですね。そうですね。さあ続いて夜明けトレーラー 2.0 を一緒に見てみようということで、こちらですね、これを見てないと次のコーナーがあんまりよくわからなくなっちゃうかもしれないので、ぜひ一緒に見てようというコーナーです。はい、お付き合いください。はい、さあそして今回のもしかしたらメインイベントかもしれないルーナとレギスを詳しく紹介します。はい、さあ続いて、今回の実機映像を見てみようということで、こちらも予告をさせていただいてたんですが、はい、チョコボと釣りに焦点を当てた映像を今日はご紹介すると。 FF15 のレジャー要素ですね。そうですね、はい、お楽しみに。はい、楽しみにしてください。そして Q&A、 こちらはですね、15の公式ツイッターがオープンしましたんで、そちらで皆さんから事前に質問を募集いたしまして、やってましたね。はい、その中から、僕は厳選したんですが、今日30問、はい、30問全部いけるかわかんないんですけど、時間の許す限りやってみたいというふうに考えております。はい、はい、時間が許す限り答えます。そうですね。はい、さあそして最後に次回予告という構成になっております。よろしくお願いいたします。盛りだくさんですね。そうですね。はい、皆さんサクサク進めますので、一緒に盛り上がっていきましょう。はい。じゃあ最初のコーナーはこちらです。ファイナルファンタジーアギトに関する情報がありますということなんですが、何か発表があるんですかね。まあそうですね。まずはご存知の方もおられると思うので、もう一度改めてお伝えさせていただきます。はい、ファイナルファンタジーアギト、今年の11月末をもって、サービスの提供を終了させていただくことになりました。はい、で今現在も、遊んでくれている方結構大勢おられるので、大変申し訳なく思っているんですけれども、
ただ11月いっぱいまではこのまま引き続き遊ぶことができますので、どうか皆さん最後まで、楽しんでくださいというふうにまずは、申し上げさせてください。はい、はい、これは終了する理由っていうのはどういうものがあったんですかね。そうですね、一言で言うと、マルチプレイに対応するのがとても困難であったということが一番大きな理由です。なるほど。はい、でもともとのそのアプリ、そしてサーバーの設計の問題もあったんですけれども、当初アギトで計画していたオンライン化をしていくというようなその拡張の計画がなかなか技術的な問題をクリアすることができずに進めることができなかったんですね。はい、はい、で、結果的にそれはユーザーの皆さんに満足していただけるゲームにすることができなくなるというふうに判断してで終了するというふうに、決断いたしました。なるほど。はい、でもちろんそれに伴って、これもすでに告知されてますよね。そうですね。ビータ版ということで FF アギトプラスというものも予定させていただいておりましたけれども、こちらも同様に同じようなその技術的なボトルネックがありまして、今回それに関しては開発を進めることができないというふうに判断しましたので、ここで正式に開発の中止を、お知らせさせていただきます。で、本当に多くの方に期待されてましたし、すでに結構予約をしてくれた方々も多かったので、はい、そういった方々に本当にご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。申し訳ありませんでした。すみません。はい、でですね、何も今日その終了しますという告知だけをしたくて、皆さんの前でこうやってお話ししているわけではないんですね。はい、今日この件で一番お伝えしたいと思っていたのは、アギトに代わるですね、新しいゲームを、その代わりにしっかりとした新しいゲームを準備しているということを皆さんにお伝えしようと思って、このコーナーを設けさせていただきました。はい、はい、でその今アギトに代わる新しい準備中のゲームというのは、ファイナルファンタジー霊式オンラインという名前で開発中の、オンラインゲームになります。ざわつきましたね。そうですねありがとうございます。今まだこれは開発中で、日本においてはですね2016年来年ですね、来年の春から夏頃を、予定して提供を予定して今現在開発を進めています。なるほど。はい、でこの霊式オンラインは提供していたアギトとはその体制がだいぶ異なります。ファイナルファンタジーアギトは国内向けのいわゆるソーシャルゲームの、開発運営体制で、進めてきたんですけれども、この霊式オンラインの方はグローバル展開を前提とした完全なオンラインゲームの開発運営体制を敷いております。で開発協力をしていただいているのは、パーフェクトワールド社というオンラインゲームの企業として非常に実力のある老舗の聞いたことがあります、有名な会社にお願いしています。実はですね、あそこにその完備世界って漢字で書いてあるんですが、あれがねパーフェクトワールドなんですね。で中国の北京にあるカンパニー、オンラインゲームカンパニーで技術だけではなくてすでに自社のコンテンツを世界中に配信していることでグローバルカンパニーでもあるんです。なるほど。はい、でここにですね霊式 HD ってあったじゃないですか、あれを僕はもともと中国でパッケージの発売をしたかったんですけれど、いろんな理由でちょっと発売することができず、であればオンラインゲーム化して出すことはできないかと思って、その一番実力があるだろうと思われたパーフェクトワールドの皆さんとお話をしたんですが、その時に見せていただいたパーフェクトワールドの開発中のゲームの数々が非常に出来が良かったんです。なるほど。本当に出来が良かった、でなので、それは即決で霊式のオンラインゲームを作っていただきたいということをお願いし、で上がってきたものがやっぱりすごく良かったんですね。なのでこの霊式オンラインをグローバルに展開させていこうということを決めて、今回皆さんに紹介するに至りました。はい、ちょっとどんな映像かみんな見たいと思うんですよね。そうですね、ちょっと短いんですけれどもキャプチャーしてもらった映像を持ってきましたので、ちょっとご覧になってみてください。はい、それじゃあ霊式オンラインの映像をお願いします。はい。
るほど。すげえサクサク動いてるでしょ。そうですね。ちょっとなんか想像したよりはるかに、あれでもマルチプレイなんですよね。そうです。あれは今マルチプレイをもうかなりサクサク動いてるやつだったので、そのまま取ってきてもらいました。で、PSP 版の霊式にマルチプレイモードを搭載してましたね。はいはい。あれをそのまま進化させたような MO になってますので、なるほど。はい、みんなでパーティーを組んでガンガンハクスラをするような感じのゲームになります。ハック&スラッシュタイプということですね。はい、はい、お楽しみにしてください。わかりました。はい、でまずは今年の冬の間に、そのパーフェクトワールドがある中国でベータテスト等をして、で来年の春以降日本とか欧米で順次サービスを展開させていく予定なので、皆さんどうか、続報をお待ちください。はい、ということでファイナルファンタジー霊式オンラインの情報でした。はい、ちなみに、はい、アギト遊んでた人が、はい、例えば霊式オンラインを遊ぼうと思ったら、なんかこう特典があったりするんですか？もちろん考えてますが、まだちょっと決めてないので、確定し次第、ちゃんとお知らせしていこうと思ってます。ちゃんとアギト遊んでくれた方々に対する特典は考えてます。はい、はい、わかりました。ということでファイナルファンタジーアギトに関する情報がありますのコーナーでした。はい、暑いここ。しかもキラッキラしてるんじゃないですかね汗でそうだんだんテカってくるんで許してください。さあ続いてのコーナーこちらです。はい、前回の ATR はということで、なんかアメリカのドラマみたいなんですけども、ご存知の通りゲームスコンからパックスプライまで、15のリブート期間といろんな情報をお伝えしてきたんですが、はい、かなりの量になっちゃっているので、一度ここでまとめてみようかなというコーナーでございます。初めてここからこのアクティブタイムレポートを見る人もいるし、大体見ても忘れちゃいますよね。おさらいはかなりいいと思いますね。そうですね、はい、なんで時間かけたくないのでサクサクっといきますんで、もう知ってるよっていう方も一度おさらいのつもりでお付き合いください。はい、それではパワポお願いします。まずですね、ファイナルファンタジー15の発売が正式に2016年であると発表されました。それからですね、ファイナルファンタジー15の大きな発表会が、来年の3月に予定されておりまして、発売日もここで発表しますということを宣言させていただきます。はい、しっかり準備します。はい、次お願いします。さあでこれはゲームスコンでなんですが、15のストーリーの導入部が紹介されております。はい、次お願いします。そして、これもゲームスコンなんですが、夜明けトレーラーが公開されました。次お願いします。でですね、これはパックスプライムでもやったんですが、15のいろんなイメージアートが公開されて非常に好評でしたので、またこういうのはやりたいなというふうに考えてます。はい、まだまだいっぱいあります。次お願いします。でモルブルの実験図、こちらはゲームスコンで出た実験図、非常に気持ち悪くてですね、臭い息で一発で全滅したという、それ全然褒め言葉じゃないですねはい、でも好評でした。はい、次お願いします。さらにこれはパークスプライムなんですが、ドライブの実験映像が紹介されて、カエムっていう街まで行く映像でしたよね。そうですね、こうやってシステムをそのまま見せるとか、ゲームの要素をそのまま出すではなく、一連のゲームの流れとともに実機のフッテージを見せていくっていうのを今後も結構やっていくと思うので、楽しみにしてください。はい、ぜひ楽しみにしてください。次お願いします。さあこちらも非常に好評でした。パックスプライムで公表されたプログレスレポートボリューム1、これはあれですよ、今開発が、開発チームの中で共有されている仕様を皆さんに一足先にお見せしようというビデオですよね。その通りです。受けるかどうか分かんなかったんですけど、とても好評だったので、その場でボリューム2を作るというのを約束しましたね。これも近々またボリューム2を皆さんにお見せしたいと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。さあ次お願いします。さあこれ当然なんですが、ゲームスコンパックスに合わせて多数のスクリーンショットが公開されております。次お願いします。さらにアバランチスタジオといえばジャストコーズ3、日本でももう発売が決定しましたが、爆発とオープンワールドと飛空が特徴のね。そうですね、でこのアバランチスタジオ社との技術コラボレーションが発表されました。次お願いします。もう皆さんご存知ですけど、公式サイトがオープンしております。ちょうど URL も書いてるんで、ぜひまだという方は見てみてください。次お願いします。そして公式ツイッターも開設されております。日本の公式ツイッターは FFXVJP、ちなみに英語版は FFXVEN となっております。ぜひフォローお願いいたします。さあ続いて公式フォーラムが
これ昨日であす。オープンした。昨日オープンしました。よかったです。はい、で非常にまず英語版の方では活発な議論が行われておりまして、はいちょっとですね日本の方でスクエニア D でうまく入れないというような報告も受けてますので、なるほどそちらは調査中です。入れる方と入れない方がいらっしゃるみたいななるので、ほどなるほど。はい、不具合があるようでしたら直していきます。もう調査してるってことですよね。そうですね。はい、はいお待ちください。さあ次お願いします。なんだこの絵はですねアクティブタイムレポートでいつも長いので、これを2分ぐらいにまとめた、そうね、2、3分にね、はい短いビデオを合わせて作るようにしておりますので、時間なくて全部見れないよという方はですね、この ATR 公開直後に ATR スナップショット東京ゲームショウ版がはい発表されますので、そちらをご覧ください。はい、知人の方に紹介するのもぜひスナップショット活用してください。そうですね。はい、はい、以上でしょうか。うん、ということで、これだけの情報が、ゲームソンからパックスにわたって公開されてきて、さらに今日、うん、東京ゲームショウでも新たな情報が発表されると。はいそうですね。はい、さあということで前回の ATR はというコーナーでした。さあ次行きますか。皆お待たせしましたさん大丈夫ですか。暑いですねやっぱりここ。もうちょっとお付き合いくださいね。すいません。大丈夫ですか。だいぶ暑いから俺。はい次行きましょう。それではですね、はまず次のコーナーはうん、夜明けトレーラー 2.0 を一緒に見てみようということで、はい、先ほどもはいはいご説明させていただいたんですが、もうすでにこのトレーラー自体は東京ゲームショウの初日から公開されているんですが、これを見てないと次のコーナーがちょっと分かりにくくなっちゃう可能性があるので、ぜひ皆さんもう一度お付き合いください。はい、それでは映像お願いします。はい、ちょっとこの後ろが長いというね、ああ長いですね。すいません。ありがとうございます。はい、ということで夜明けトレーラー 2.0 をご覧いただきました。うん。まあ結構印象変わったでしょ。そうですね。現代のノクトとルーナのシーンが追加されて、こういろんな自分の感情とか決意とかっていうものが表現されていると思いますんで、ぜひ皆さんも何かを感じ取っていただければと思います。まあ今日これから世界観に関してだんだん情報を出すので、それに向けてトレーラーもゲームズコムの 1.0 から TGS で 2.0 っていう風にしながらより濃い情報を出していくというような感じでちょっと考えてましたので、はいちょっとこの流れで皆さん説明を聞いてくださいね。さあでは、はい次のコーナーに行きましょう。はい、ルーナとレギスを詳しく紹介まんまですね。わかりやすい方がいいかなと、はい、コーナー名なんですかこれ。そうですね、はいでこのコーナーははい文字通りルーナとルーナをその背景も交えて紹介していきたいというふうに思っているんですが、はい、ちょっと多分ちゃんと説明していただいた方がいいと思うので、しばらく田畑さんにマイクを預けようと思います。はい、わかりました。まあ適当にツッコミを入れてくれれば。はい、わかりました。はい、じゃあ始めましょう。まずですね2人の説明をしていく前に彼らを取り巻いている環境が FF15 の世界を構成する要素にとても大きく関わっています。なのでちょっとその世界情勢がどうなっているかというところから簡単に説明しようと思います。はい、お願いします。でまずこの世界の状況なんですけれども、ニフルハイム帝国、名前聞いたことある方いると思います。主人公が所属している国ではない
敵国です、はいそのニフルハイム帝国と、主人公パーティーが所属しているルシス王国、この2国間は長年戦争状態にあります。そうですね。これはもうすでに公表していることですね。はい、じゃあちょっといいですか、次。でそれに加えてですね、ニフルハイム帝国っていうのは実はとても強大なんです。この2国を均衡しているわけではなく、とてもニフルハイム帝国の方が強大なので、ニフルハイムがもう全てのこの半島といいますか、多くのなんだろうな、世界のほとんど支配下に置いていて、あとはルシス一国がそれに対抗しているっていうのが今のこの状況だということをまずは知ってください。はい。で、これだけ強大なニフルハイム帝国に、じゃあなぜルシス王国はただ一国対抗できているのかというと、ルシス王国にはクリスタルの加護というものがあります。ファイナルファンタジーでおなじみのクリスタルなんですけれども、そのクリスタルの加護という大きな恩恵を、受け、でそのクリスタルを代々守護することで、ルシス王家には、特別な力が備わっています。でそのルシス王家の現在の国王が、主人公ノクトの父親であるレギスというふうになってますね。なるほど。はい、でもレギスって昔のトレーラーとか見てると、ノクトと同じような武器召喚とかしてましたよね。その要素は当然ありまして、その武器召喚自体がそのクリスタルの恩恵で得られている特殊な力の一つだったりするんですね。でその力を駆使して、そもそもレギス自身も若い頃にはその一人の戦士として、戦いに赴いていたっていうのが、過去の設定としてまずあります。なるほど。はい、ちょっとパワポを送ってもらっていいですか。例えば、ちょっと見えてますけれども、これから作中に登場してくるような人物たちもレギスと一緒に過去戦っていたというようなイメージアートですね。あれコルですよね。コルかどうかはまだ言えないですけども、それはまた後日説明するとしまして、この人絶対コル将軍を認めてくれないんですけど、そのコルとかシドとかと一緒にレギスは戦っていたんですが、言ってますよね戦っていたんですけれども、それでもルシスはニフルハイム帝国にじりじりと、戦線を押されてですね、最終的には魔法障壁で守られている首都を残すのみで、その他はもうほぼニフルハイムに支配されている状況になっています。でこの壁の外が、もうほとんどニフルの領土になっている。そうです。でゲーム自体はこの状況からスタートするんです。でこのですね、魔法障壁っていうのは実はこれもクリスタルの力を源にしていて、魔法力でもって張っているものなんですね。で外敵は防ぐんですけれども、その分ずっと魔法力を消耗し続けるので、これは実は国王の魔力を使って張られている障壁なので、歴史的にルシス王国の国王はそれによる生命力の低下があり、老化が非常に早いというのが設定としてあります。それがじゃあ、ちょっとレギスのデザイン変更って話もあったんですが、こう前と比べて老けたんじゃないかって言われている理由はそこにあるわけなんですね。設定上の理由はそうなります。でデザインを見直すことになった理由っていうのはもう半分あるんですけれど、それに関しては3月のいろいろ情報発表するときに、一緒にお伝えしようと思っていますので、そこまでお待ちください。わかりました。半分の理由はそれです。設定的にルシスの国王というのは、非常に、追いやすいということを覚えてください。でですね、レギスはもう一つ国王の顔というのとともに、ノクト、主人公ノクトの父親の顔があるんですが、でこのノクトの母親っていうのはノクトが幼い頃に、命を落としてるんですね。でそれから父親のレギスが、再婚することもなくですね、一人でノクトをずっと育ててきていたっていうのも男で一つで、そうですっていうのもあります。なので、国王の職務をこなしながらなので、決して2人の時間というのがたくさんあったわけではないんですけれども、レギスにとってノクトは自分の手で育てた息子でもあり、そして次の国王を継承しなければならない次の国王の候補者でもあるという、そういう状況になってますね。なるほど。ただ、今の話はちょっといい話だったんですけど、ニフルが全世界ほとんど掌握していて、ルシス一国が最後に戦っている国、かなり厳しい状況ですよね。そのニフルがほとんど世界を支配しているっていう状況が、
まあ、次に説明したいルーナというキャラクターの、取り巻く環境状況にもとても関わっています。なるほど。はい、はい。じゃあルーナの情報に行きましょう。気になりますね、はい、ルーナ。はい。まずですね、ルーナっていうキャラクターはこの FF15 の世界のすべての人々から敬愛を集めるとても特別な存在です。で、どの人たちからも支持される非常に有名な方なんですね。で、この世界には、すでにスクリーンショットでちょっと紹介で出てたかもしれないですけども、カンナギと呼ばれる、特別な巫女のような、人がいます。で、このカンナギっていうのは調べてもらうと大体その意味なんですが、その世界の神と対話し、その世界を浄化し安定を保つといった役目を果たしています。へー、なるほど。はい。これはもちろん特殊な力、血に基づくものなんですけれども、でもだからこそカンナギというのは非常に尊い仕事とされていて、ニフルハイム、そしてルシス、その他の国々関係なく、国境を越えて敬愛を集めているというふうになっています。で、このルーナはですね、さらに歴史上最も最年少で、そのカンナギの職に就いたということで、さらに、すごくこの世界的な人気の高い、キャラクターというふうになってます。でも、夜明けトレーラーを見てると、ルーナがちっちゃい頃に、ニフルハイムの兵士がこう襲われそうになっているようなシーンがありましたよね。ちょっとパワポを送ってもらえると出るかなと思うんですけど、出ないですかね。出ないかな。これですね。そうですね。テネブラエっていうのは、実はニフルハイムの支配下にあるんですけれど、このカンナギがいるということで自治権が認められているんです。そもそもね。ただそのルーナが幼少期に過去不可侵であったそのテネブラエに対してもニフルハイムの兵士が踏み込み、彼女を監禁したという歴史が実は過去にあり、その先で、最年少のカンナギが誕生するといった実はちょっと物語的な流れがあったりします。そこはとても本編で語れる部分になりますので、まずはお楽しみにというふうにしておきましょう。わかりました。ちなみに今回トレーラーもそうだったんですけど、ルーナのキーアートが紹介されていて、敵の兵士の銃をですね、こう払いのけるような仕草をしてましたよね。そうですね。これはそのカンナギという職のその尊さや、その職にあるルーナのその精神的な強さ、そしてその銃とかそういったものの武器に恐怖に屈しないといったその屈しない強さっていうものを表現している絵です。そういうのがとても感じ取れるキービジュアルになっているんではないかと思います。なるほど。いい面白い話ですよね。そうですね。初めてちゃんと世界の状況をこうやって語る機会なので、ちょっと多めに説明してます。多分あれですよね、本編遊ぶときにここを知っておくと、とっても理解がしやすくなるような、世界観のバックボーンの話と思えばいいんですよね。そうです。で、もちろんここで言っておしまいではなく、これをまた分かりやすい形にまとめて、しっかりといろんな媒体で情報化していきますので、そちらでちょっと今分からなかった方は確認してみてください。ちなみに、そうか。でもこのルーナはですね、またそのレギスと一緒です。そのカンナギという面ではだけではなくて、実は幼少期にノクトと共に過ごした時期っていうのがあるんです。この絵にありますね。で、その一緒に過ごした時期っていうのは実はすごく短い期間だったんですけれど、子供ながらに交わした約束や思い出っていうものがあって、それが大人になってから2人の中でもとても大切にされているっていうのが物語の中で描かれる仲間、そして父親との絆と、もう一つノクトとルーナの絆の、根本的な設定になってます。なんか全然タッチが違う。これもやっぱり開発さんが作ったイメージアートの一つなんですか？そうです。いろんなアーティストがその状況に合わせていろんな絵を描いているんで。いやー、犬が気になるな。犬ね、ちょっと見たことありますよね。そうですよね。次行きましょうか。あれ何これ？すみません、これね、すみません、俺勝手に挟んじゃったんですけど、キーアート見てたら、絶対気になると思うんですよ。そうですね。そうだよね。この人絶対あれですよね。いわゆるネットでいう黒髪パッツンですよ。これ開発も黒髪パッツンと呼んでいる。名前言っていいよね。名前はゲンティアナというキャラクターです。ゲンティアナ。で、今のキービジュアルにルーナと一緒に写っていたことから、
まあ、彼女ととても関係のある人物で、まあ、でも雰囲気的にミステリアスですよね。物語の中でもとてもミステリアスな存在として深く関わってきますので、期待してください。ゲンティアナ、今もうニコ生さんでいきなりゲンちゃんって言われてましたゲンちゃんね。でもドイツでゲームズコムに行った時に、まだ公開してないのに彼女のコスプレをしてる人が結構いましたね。3人いましたよね。そういましたよね。想像でやってますって言ってました。まあ非常に人気が高いということですよね。そうですね。はい。さあということでいろんな世界観も交えてルーナとレギスがこの15の世界でどういう立ち位置にいるかっていうのが、その一端では皆さんにご理解いただければよかったなと思います。ということでルーナとレギスを詳しく紹介のコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。で次行きましょう。いやちょっとね、静止画で濃かったんで、そうね、ちょっと飽きてきたかもしれないんで動画に行きましょうか。動画行きたいですね。ということで次のコーナーはこちらです。今回の実景映像を見てみよう、ということでもうすでに予告をさせていただきました通り、チョコボと釣りに焦点を当ててます。でですね、実は先週ツイッターでちょっと話題になったんですけども、ノクト役の鈴木達久さんが開発チームに遊びに来て、でやってたんですよ。でやっててあ、俺うまいな、俺のこのプレーをちょっと動画で使ってよと。下手でした。下手でした。ひどくないですか。でそういうですねご依頼を受けて、僕もちょっと真面目に考えたんですよ。鈴木さんの動画なんとかならないかな。だからちょっとその時鈴木さんが遊んでたバージョンが古かったんで、そうね、バージョンが古いのともうちょっと上手だったらなひどくないですか。なんか全国のすごい数の人今敵に回してる気がするんですけど、初プレーですよ。1回目のプレー木にぶつかったり岩にぶつかったりしてたなのでもしかしたら今日鈴木さんのプレーが見れるんじゃないかと期待してた皆さん、すいませんでした。すいません。最新バージョンで上手になってもらってからもう一回何かで撮ってもらおうかなと思ってますので、そうですね、期待してください。なので本人に来てもらいました。マジで。それではご紹介しましょう。ファイナルファンタジー15主人公ノクト役の鈴木達久さんです。はい、はじめまして、ノクティス・ルシス・チェラム役の鈴木達です。お世話になります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、下手とか言った直後に来られるというのちょっと座りませんか。でですね、実は鈴木さんとこの間お会いした時に、いや俺全部アクティブタイムレポート全部見てるんだよねっていう話をされまして、収録も今現在進行形で撮っておりまして、つい先日も行われたんですけれども、その中でこう我々は意外とその絵を見ながら声を当てたりってこともあるんですけど、結構この「ファイナルファンタジー」に関してはあえて絵を作る前の段階で声を取ったりとかすることが多くて、でそうなってくると自分の顔がどうやって動いてるのかとかもわからないんですけど、ちょっとネットサーフィンしてる時にアクティブタイムレポートを見つけた時に俺の知らないノクトの笑顔とか出てきてあれと思って報告しろよってことですよね。もうちょっと見せてよって思って、でだったらなんかそういろいろ見たいなと思ってましたし、でやっぱり自分の役のことなので役のことを一つでもこう要素としていろいろ知れていくっていうのは自分の役作りにもすごく影響されることだと思っているので、なのでなんかそういうところでいろいろと皆さんと同じように一視聴者として楽しみにしつつ、なおかつ自分の何か得られる要素があればなと思いながら。じゃあずっと見てるんですか。見てますよ。マジですか。ありがとうございます。ゲームズコムの時のグダグダ加減とかもちゃんと見てますからね。ちょっとやめてしょうがないね、あれも現実だからね、ちゃんと乗り越えていきましょうね。そうか。いやでも本当いつも見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。情報共有が足りなくてすみませんでした。いえだいぶ今は共有できてますし、そうですね。先日もちょっと開発チームのところに遊びに行かせていただいて、ちょっと皆さんよりも一足先に。そうね。でプレイのやつ後で見たんですよ。バージョンが古かったですね。あとですね、
ちょっと下手だったんですよ。これ3回言いましたよ。だってさだって練習してから取ればよかったと思うんですよ。めちゃめちゃ開発途中のやつを俺に渡したじゃないですか。カメラとかグリングリ動くんですもん。今度ちゃんと練習して、は皆さんにお届けしましょうよ。そうですね。うんはいそうしましょう。じゃあ鈴木さんのプレーは入ってないんですけれども、うんはいまあうちの開発の上手い人が撮ったと思われる、はいはいはいそう最新版でね実機動画になります。はいはいそれでは映像をお願いします。はいこれちょっと細かいんですけど、ちゃんと泥を車が跳ねてるんですよね。汚れちゃってたりして。ああ、ちょっとね横にあまり見えなかったかもしれないですね。車が汚れてるんですよね。うん。さあいましたね。さあ今から乗ります。でチョコボはゲームシステム的にもアクティビティ的にもとてもね重要な要素なんです。お、走った。はい。おそらく皆さん思っているよりもずっと速いと思いますよ。見ててください。あ、これ急にスピード上がりましたよね。そうです。ダッシュできるんです。なるほど。でさらにここから見てください。これドリフトできます。でスピードを落とさないようにしながら本当にフィールドを駆け回ることができるんですよね。メズマライズの群れですね。ちなみにこれはPC 上で動作しているものをキャプチャーしてきました。まだちょっとだけ最適化が進んでなかったのでパックスは PS4 の映像だったんですが、これは PC 上の映像です。なるほど。はい。でまたね飛んだ。スピードとドリフトだけじゃなくてこのジャンプも特徴的なんですよね。こんな感じでこれ結構気持ちよさそうですね。そう気持ちいいと思います。鈴木さん多分触った時結構気持ちよかったですよね。いやすごいなんか走らせてる時の爽快感が大きくて、そう疾走できますよね。俺これ好きなんですよね。飛んだこれチョコボが少し頑張ってね飛ぶんですよ。あれもっとボタンを押すともっと頑張るんですよ。はい。モンスターが。そうですね。でねまあ人間がノクトたちが移動するよりもチョコボで移動する方がより行けなかったところに行けるようにもなるので、車、キャラクターチョコボそれぞれで行ける場所が変わっていきます。なるほど。はい。おっと。はい。もう大体わかりますよね。ここから俺たちのんびりやってるよね。時間気にしてねえからな。時間気にしてねえから、はい。いや今回 TGS のこの動画はですね、かつてないほど緊張感のない動画なんです。でも音声撮ってる時もみんなでよく話してるのは俺たちいつになったらファンタジーするんだろうねっていう話。釣りで遊んでたりして。そうそうそう。これはルアーフィッシングってことですよね。そうです。なんでルアーの種類が結構あって、まあその水の深さによって使うルアーを変えたりしながら、まあ本物の釣りのように魚との戦いですよね。だからね。そういったスポーツフィッシングが今回の15の釣りになってます。あ、本当だ。バトルっぽい曲が。上にあるのが魚のヒットポイント。そうですね。あれがなくなるまで。こうやってね、魚はこうやって糸を切りにかかるので暴れて、でそれをこう切らせないようにうまくいなしながら体力を奪っていき引き上げるっていうようなゲームですね。なるほど。はい。で右側のレーダーで魚のいそうなポイントを見つけてそこに投げ込んでこうルアーを動かしていくというような感じ。これ日が暮れるまで。そうこれねなかなか大物が釣れなくてですねそのまま長かったので編集しちゃいましたけど夕方になってました。なるほど。来た。じゃあ割とアクション性がやっぱり高いですね。高いですね。で結構リアルな手応えを重視して、釣りって結構やってみたいなって思えるような釣りゲームになってます。本物の釣りをやってみたくなるような。しかし水面の処理とかすごい綺麗ですね。そうですね。まだこの水面がちょっとまだねコンソールだとちょっと重いんですよね。
し釣れたやるじゃないか。あー釣れました釣れましたノクトがめっちゃ嬉しそうそうすごい喜ぶんですよねすごいやったーっつっててまあチョコボと一緒でアクティビティだけではなくこのシステム上もこうやって活用されますそろそろ食事でもするか。食べますこれねほんとマジ飯テロなんですよねこれうまそうだねはいでキャンプねあチョコボいますねそうですねチョコボと一緒にキャンプできるんですよなるほど、ありがとうございましたこの動画はですねはい今僕ら散々声載せちゃったんですけど、はい後ほどですねこの動画単体でもアップしますのでそうねうるさくないやつね中の音がちゃんと聞きたいという方はそちらをご覧いただければというふうに思いますはいはいさあということでツイートチョコボの映像をご覧いただいたんですが、いやもうかなり、触らせていただいたものはまだここまでのクオリティになってない前のバージョンだったんですけども、その時点でもすごくまあ僕自身もゲームは遊んだりとかするタイプですし、実際ちょっとタイトルは違うんですけど14とかも遊んでたりするので、なんかそういうところで見ると14の時のチョコも乗ってる感覚とまた全然違うんですよ。なんでこれすごい変な話なんですけど、14に使ってるようなチョコボの乗り方っていうので15も来るのかなって思ってたら全然違うものとして出てくるので、やっぱりそこら辺はこうもう15だからこそのチョコボがありましたし、なるほどで釣りで遊ぶっていうのもなんかこう今までってそういうのをあんまり感覚として持ったことがないのですごくそういうところは新鮮にやれましたし、あだからこんなのんびりしたボイスをいっぱい撮ってたんだなと思いながらすみませんさすがの触った人の意見であれなんですけど厳しい意見ですねはいいやでもありがとうございます、とてもねその時の意見がちょうど僕いなかったんですけど開発にいろいろ意見とかも言ってくれたのを、結構取り入れて調整してたみたいなんでもう一回触ってもらいたいって言ってましたよみんな。そうですね、なんかいろんなところで話もさせていただいてるんですけども、ノクトとしてこう自分が関わってくることも長くなってきて、でその中でやっぱり自分も「ファイナルファンタジー」っていうゲームを触ってきた人間ですし、こうどういう風に皆さんが作ってんだろうなとか、最近ってやっぱすごい綺麗な映像だったりとか、なんかこう豪華なイメージみたいなのがすごく定着しつつあってて、あんまり後ろ側が個人的に見えなかったので、なるほどじゃあ自分は制作スタッフとして関わっているので、逆に覗いてみた方がちゃんと分かるなと思って、でそうやって行った時に思ったのは、もうお二人見た時点で分かる通り、まず開発スタッフが大概体が出来上がってる人が多いっていう腕が太いんですよみんな太ってるんですよ見たでしょトレーニング器具があるんです開発フロアに、開発フロアに懸垂マシンとか、それこそ腹筋のこうやってテレビで CM してるようなやつとかいろいろ置いてあるんですよ。会社が置いたんですよ。そう会社がなんかそういうところ健康のためにね。そうでもそれをなんか楽しそうにみんなで使っているところを見たりとかあと開発スタッフのチームだったりっていうのもものすごく密な連携を取りながら作っているところを見ると、あ俺らが思ってるとか自分が思ってたそういうなんかいろんな人たちがこう右往左往しながら作ってるわけではなくって、すごくこう精鋭たちがみんなで肩を組んでちゃんと作ってるんだなっていうのが個人的に見れたのがすごく嬉しくて、ありがとうございますでなんかそこにちゃんと自分が関われてるっていうものはすごく自分の中で大きかったですし、で今回の旅っていうものの一つのメインテーマがこう友との友情ってところもあったりするので、実際4人で旅をしている時もこうなんだろう、俺たちってまあ言ってしまえば全員もういい年こいた人間たちしかいないんですけど、でもそういう風にしながらもこうやってロードムービーみたいに声を入れれたりする、でその中で自分たちが旅をする、でその中で何かをこれからプレイするユーザーたちに何かを与えれるって楽しいよねっていう話はずっとしてますね。そうですね、我々もですね制作メンバーの一人としてやっぱ鈴木さんを見てるんで、一緒に最高の FF を作ろうねって言いながらやってますもんね。そうですね、なのどうでせ作るんだったらそう真剣勝負を一緒にしてるので、そういったところもねおそらくノクトのすごいこの魅力に
なんかなんだろう、なんていうのかな、貢献してるんじゃないかなっていうのは我々自身も感じてますね。はいはい、はいということで鈴木さんにご出演いただいているんですが、はい黙って持ってきちゃった。あ、もこれ持実はってきたタワさんが後で渡そうとしてたやつはいですよね。はいもしよかったら皆さんの前で鈴木さんにはい。あ、いいですよ。渡していただきたいんですけども、もうサプライズのつもりで持ってきた開けちゃっていいですか？どうぞどうぞ。ははい。これはですね、開発から鈴木さんに、送りたいというそうそうそう。似顔絵ですよね。髪の毛切っちゃったよ俺。ね、違うじゃんって俺も思って。この間これだったんだよね。そうです、んありがとうございます。これやっぱそうやってね、いやー真剣に制作メンバーの一人として、はい。うちの開発スタジオの中に来ていろいろやってくれたお礼だそうです。あーいえいえ、開発からの。ありがとうございます、はいいただきます。なんかノクトのイメージで描いたみたいですよ。わ嬉しい、ぜひ飾らせていただきまはいす。大事にしてください。はい、はい。まあ個人的にもそのうん。ノクトっていうのは皆さんの要するに分身になるっていうこともあるので、そうですね。なんかなるべく皆さんの意見だったりとか、うん皆さんの立っているポジションと同じ状態で、僕も作品に関わっていけたらいいなと思いますし、いいですね。なるべく皆さんの気持ちが入れるように、声を入れていきたいなと思いますので、はいこれからぜひ楽しみにしてください、なるべく皆さんと共に旅ができるような、ファイナルファンタジーを作っていけたらなと思一緒にっているので、ね、仲間としてね。はいはい。また ATR に出てください。そうですね、はいまた来たいです。ちゃんと予定に入れててください。サプライズじゃなくて。そうですねうっかり下手とか言っちゃったじゃないですか。すいませんでした。はい。ということで、ノクト役の鈴木達久さんにご出演いただきました。鈴木さんありがとうございました。どうもありがとうございました皆さん大きな拍手お願いします。ありがとうございました。お世話になりました。ということでいやー、勘弁してください、本当に。本当に言ってなかったですからね。はい。さあということで今回の実機映像を見てみようのコーナーでございました。はいさあ次のコーナーに行きたいと思います。はい Q&A シンプル。これねでこちらはですね、はい先ほども言ったんですけども公式ツイッターに寄せられた、皆さんからの質問をもとに、はい。これもう海外からも相当な数が来てましたので、はいはいその中から30問厳選しましたのでお時間許す限り行ってみたいというふうに思います。はい。あと何分ぐらい残ってます？あとどれぐらいですかね。あと40分じゃあその間で答えれるだけ。行ってみましょう。はい。じゃあもうサクサクいきますね。はい。最初の質問お願いします。はいブラックリダさん、うん。オープンカーは雨の時も開けっぱなしなのですかね。いいえ。あ、はい、いいえじゃダメですか。じゃあ閉じます。オートで。オートで閉じるんだウ。ィーンとあ走りながらウィーンって閉じます。手動じゃないんですね。はいあー。高級仕様です。なるほど。はい高い車は自動で閉まります。そうですそうです。あじゃあちゃんと天候に応じて屋根が閉じたり開いたりすると。そうです。はい。はいあ、いいですね。いいスピードですね。次行きましょう。はい。レナスルシオさん、うんうんごめんなさい読めなくて。難しいですね。 FF12 のようなモブハントはありますか、そしてギルガメッシュは登場しますか。うん。質問2個ですね。モブハントはございます。まあいろんな報酬も違ったりするモブハントあります。そしてギルガメッシュは残念ながら登場いたしません。はい。なんかっていう声も今上がってますけどでもサクサク答えろって言うからサクサク答えてるんいですけど。やそんな大事なとこはサクサクじゃなくていいです。あ、そうですか、はいまあ、ギルガメッシュはいろいろ検討もしたんですけれど最終的な本編に入れる取捨選択の中でより今回は違うキャラクター入れるということで、選考から漏れたんですが、まあ、今ちょっと顔を見てると非常に説明がしにくくなりますねはいなんかで入れましょうか。じゃあちょっと本編にはもう入れられないんですけどアップデートで。なるほど、わかりました。ギルガメッシュ入れてくれるっていう入れるって言ったらどれぐらいテンション上がります？ギルガメッシュ入れてほしい人。なるほど、わかりました。じゃあ DLC でもよければ検討します。おはい今この場で仕様が変わるという。はい、わかりました。はい。じゃあ次お願いじゃします。あギルガメッシュは、はいはい DLC で登場させる予定ですに回答変えましたね。あはいはいすいませんもう次行っちゃったんですけど、はい。もう読めません。もう読めないのでごめんなさい。は
質問だけ、はいチョコボを呼び寄せることはできますか、うんうん牧場でピックアップしなければならないのでしょうか、うんうんまた降りるとチョコボは立ち去るのでしょうか、まずチョコボは呼び寄せます、笛で。笛ではいで牧場にいちいち行かなくても、来てくれます。でチなるほどョコボって実はレンタルするんですよ、ほうほうほ決まった期間。う、うん、ギルが必要です。はい、円とかドルじゃなくてギルなんで大丈夫です。はい、で、例えば10日間とか30日とか借りて、その間はずっと笛を吹くと来てくれる、はいはいでその間はキャンプも一緒にいてくれる。なるほど、はい、でチョコボから降りて歩いて冒険に行くとしばらくついてくるんですけど、しばらくすると立ち去っちゃう。でもまた笛を吹くと戻ってくるっていう、なるほどそういう感じで一緒にいることになります。はい大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。はい、じゃあ、はい次行きましょう。はい、 10-07-243、ああこれ俺も知りたいな。2なんか段ジャンプいっぱい入ってますね。メニュー開かずのリアルタイムでの武器変更、うんジャンプ攻撃というか空中コンボはいはありますか、うんファントムソード状態でなく通常時で可能か知りたいです。うんじゃあまずね2段ジャンプはありません。シングルジャンプになってます。はいでメニュー開かずのリアルタイムの武器変更はこれ体験版をやった方々から結構多くのフィードバックもらいまして、でなんだろう、いわゆるローディングの根本の設計やキャラクターの根本的な設計に関わるので、完全にリアルタイムで全ての武器の変更はできなかったんですけれど、4つの武器をプリセットしておいて、それをリアルタイムで変えれるようには対応できたので、製品版ではリアルタイムの武器変更は対応します。自分の好きな武器をセットしたうんプリセットをはい4つ、 4つでそれそれををいつでも切り替えられる。なるほどでそれ以外の武器にしたい場合にはメニューを開く、こういう仕様になりますので、まあ大体の部分要望に応えられるかなっていうふうに思います。じゃあ敵に応じて、うん自分が攻撃しやすい順番にした武器セットを状況に応じて4つ切り替えていければいいんですよね。はい、そうです。はいはい、最終仕様はそれです。わかりましはい、で空中コンボはねあります。フおァントムソード状態ではなく、あります。た。なるほど。はい、はいまあ、ちょっとシステムの説明になるので、それはまた別のシステム説明の時にさせてください。はい。ただわかりあります。はい。さあ次お願いします。デラ4さん。うん FF15 ではコスチュームチェンジとのダウンロードコンテンツはあるのでしょうか。はい、これね検討してますね。はい、考えてます。今日即答気味ですね。だって30問もあるからさ一個一個説明すると間に合わないじゃないですか。答えが早くてついていけなくなるんですよね。じゃあ、コスチュームチェンジはですね、ございます。はい、こんなぐらいのペースでいいですかゆっくり言っただけじゃん。はい、まず製品版の中で1種類は多分最低限チェンジできるようになると思います。で、あなるほどはいはい残りまたちょっとね追加できるかわかんないんですけれども、入れたくても入れられなかった衣装なんかがもしあった場合は追加で配信したいなっていうふうに今対応しようとしてますので、着替えはできますので皆さんお楽しみにしてください。はい、はい。じゃあコスチュームチェンジはあるということで。はい、あります。はい。実はですねこの質問めちゃめちゃ多かったんあ、ですよそうなん。ですね。これは日本からもうん海外からも非常に多かった質問です。はいはい、まあ衣装のタイアップとかもね、うんありますので自由にっていうわけには実はいかないんですが、まあ、可能な中でしっかりと自分の気に入った服装で旅をしてもらいたいなっていうのもあるので、あとうまいバランスで提供していきたいと思ってます。はい、はい。はいさあ次お願いします。うん HYSY さん。うん同梱版出ますよねっていうま。あ出したいですよね、そりゃね。出したいですよね。だからこれはうちだけで決まるものじゃないそうので、ですね期待して待っててください。はい我々も出したいです。ただはいまあ相手先のあることですからね。ここから協議をしてなるべく実現するように頑張ろうと思います。はいはい気持ちは出したいぞとはいいうことでグローバございます。ルで出してみたいですね。はい。はい。次お願いします。うん。これちょっと今回のネタにも被ってるんですけど、うんうんミニゲームってどれぐらいありますかっていうことで。数でしょうねちょっと数はちょっと言えないですね。でもね。ミニゲームとミニゲームっていうのはさゲームスタートでクリアっていうちょっとちっちゃいゲームが独立してあるってやつなんですが、まあこれがいくつかと、あとは今日紹介したようなアクティビティと我々呼んでいるんですけれども、うんうんお楽しみ要素っていうのが、どちらも入っていて、アクティビティに関しては例えばチョコボに乗って普段移動するんですけれど、
誰かNPC のキャラクターと話して競争したりっていうクエストっぽい感じでミニゲームを遊んだりとかをするようになります。そんな感じでいくつか遊べるようになってますので、結構充実してると思いますよ。じゃあいわゆる独立したミニゲームと、釣りとかチョコボレースみたいな、いちょっとアクティビティ寄りのものと合わせていろいろあるぞと。そうです。あとね、ゲームズコムでちょっと触れました。パックスプライムかちょっと触れましたけど、普段のゲームと全然違うスニーキングのちょっとリフルの基地に潜入して攻略していくようなミッションもあるので、またちょっと全然違うプレーも用意されているっていうのをお伝えしておきますね。なるほど。はい、はい、わかりました。さあ次お願いします。もう名前読むのはやめます。FF7 のようにチョコボを育てたり配合したりできるのでしょうか。残念ながら、育てたり配合したりはできないです。ただ、一緒にキャンプをして一緒にご飯を食べ、翌日一緒にバフをつける、要するにそのステータス効果をつけて次の日の冒険に備えるっていう風に共に過ごすということはシステム上できますので、そこでまずは一緒に楽しんでもらいたいなっていうのと、どのチョコボを自分がいつも使っているかっていうのが分かるようにはしようと思ってますので、そっちの方で楽しんでもらいたいと思います。チョコボにはバフがつくんですね。そうですそうです。なるほど。はい。ダッシュが伸びたりジャンプが上がったり。いいですね。はいはい、わかりました。いやー、もう何問言ったろう。さあ次行きましょう。はい。レギスの衣装が中世風に変更されているのはストーリー上の仕様ですか。確かに急になんかローブみたいな感じになってたんですけど、そうだよね、キービジュアルのですよね。はい、あれは甲冑なんですけど、あれはですね王のルシス王の正式な衣装で、その場合甲冑をつけるんです。ただ甲冑の下はなんだろう、ご存知の方いると思うんですけど、スーツを着てますので、前のみたいなやつですよね。多分さっきレギスが戦っているっていうイメージアートの時はスーツでしたね。そうですそうです。スーツの上にああいう清掃用のものを羽織るっていうような感じです。なるほど。はい。じゃあ必要に応じてなんですね。そうです。わかりました。はい。はい。次お願いします。なので変更されてないですね。これが10問目だそうです。はい。シームレスな飛空艇が実現できなかった場合、飛空艇自体なくすのか、ロード切り替えの飛空艇にするのか、ポイント移動式の飛空艇にするのか、方針を教えてほしい。方針ですね。方針だったらサクッと言いますよ。まず、ちょっと今開発で話しているようなスイッチがちょっと入りましたけど、方針としては今回15で新しい飛空艇の体験が提供できないなら入れません。今までの FF にない新しい体験が提供できるなら入れます。本編に入れられなかったとしても DLC で無料で配信してでも入れます。こういう方針でやってます。なので今我々が目指しているような体験が作り上げられなかった場合は飛空艇そのものをカットします。はい。っていうのが方針です。でユーザーさん向けに言ってないので直球すぎていいのかなと思いながら言ってますけど大丈夫でしょうか。はい。無料で入れる。DLC で入れる場合は無料で入れる。 DLC の場合は無料にしますね。でも、よくネットとか見てると、その飛空艇が DLC になるっていうことは、本編のストーリーに全然絡まないってことかっていう指摘もありますよね。そうです。飛空艇は本編ストーリーとはちょっと違うサイドクエストで手に入れて、で本編の中では行けないマップに行くっていう時に使おうとしてるんですね。なのでこれを本編の中に加えられるか本編から切り離すかはもう本当にギリギリまで技術的な挑戦をし続けるというところで、我々の中で答えを出そうと思っていて、いずれにせよ完成したら絶対に提供します。作り上げられなかったら全カットします。そういう感じでやってます。わかりました。はい。さあ次お願いします。はい。ナンバリングごとに新しい魔法が登場したりしますが、今作でも新しい魔法は登場しますか。日本語でやってるとすごい楽ですね。新しい魔法1個登場します。1個はい答え言いました。終わっちゃった何なのかは教えてくれない。それは魔法をちゃんと紹介するときお教えします。はい。じゃあ今は1個ありますということが、残り何個ぐらいですか質問。あとね20個ぐらいある。はい、20個。このペースじゃ終わんないですよね。やばいな。まあできるだけさばきましょう。はい。次お願いします。はい。フォトモード機能を搭載する予定はあります。これね多かったです。はい。いやこれはね搭載しますよもちろん。
やっぱりいろんな場所をこう回りながら旅していくので、その思い出は残してほしいと思いますので、ちゃんと搭載します。なんとなく、プロンプトが写真好きって感じですよね。鋭いですね。はい。プロンプトは常に旅に一緒に同行していっぱい写真を撮ってくれて、キャンプの時にこうやって見せてくれたりするんですね。はい。プロンプトの写真は下手なんだけど、だんだん上手くなっていくんです。なるほど。はい。下手だけど上手くなる。だんだん上手くなっていく。はい。ちょっと楽しみにしてみよう。さあ次行ってみましょう。銃などの遠距離型の武器も近接武器のコンボに似たように、あらゆるこれ難しい質問ですね。あらゆるコンボを生み出すのでしょうか。要は銃でコンボが発生するかってことですかね。そうですよね。銃でコンボは発生しないんですが、銃の場合連射ができますね。本当に銃の仕様になるので、ただ連射をずっとし続けられるのではなく、途中にリロードが入ります。なのでいわゆるシューティング系の仕様に変わりますので、コンボにつながるというよりも本当に射撃シューターっぽい操作で遊ぶことができるようになります。確かに射撃用のカメラに変わりましたもんね。そうです。自分がちょっと左に引いて、そうですそうです。あ、そうか、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないんですが、前回のパックスプライムのプログレスレポートでノクトの武器に銃があることが正式で紹介されてるんですよね。前回の ATR のスナップショットをご覧になるとちょっと出てますよね。はい。気になった方見てみてください。はい、ぜひお願いします。はい。さあ次行きましょう。皆さん暑いです。釣りなどの要素があるそうですが、竿の強化、餌の種類はあるのでしょうか。餌っていうか、ルアーフィッシングなので、ルアーの種類がいっぱいあって、それは収集要素になってます。なるほど。あとは竿とかもね、特別なやつを用意しようと思ってて、なんだろう、誰かが大事にしている釣り勝負をして勝ったら手に入れるとか、そういうのは当然入れようと思ってます。伝説の釣り人みたいなそうね、いるんですか。そうですそうです。なるほど。はい。じゃあルアーのいろんなルアーの収集があったりとかあります。はい。さあ次行きましょう。セロはどれぐらいになるんですか。あと体験版にあった料理のレシピは本編では何種類ぐらいあるんですか。セロっていうのはレーティングですよね。そうですね、日本のレーティングですね。対象年齢をどれぐらいに設定するかというものの、日本の機構がセロという名前で、その他の国だと違う名前の機構がいろいろあるんですね。ESRB とかいろいろありますよね。でだからセロに限った話ではなく、FF15 はですね、グローバルでだいたい13歳以上の方々に遊んでもらえるレーティングを想定して作ってます。でこれをセロに換算するとですね、セロ B から C です。なるほど。できれば B、最悪でも C のまでには絶対に収めるっていうのが大体その基準になってますね。それはやっぱりより多くの方に遊んでいただきたいっていうところですかね。そうです。これがまた C 以上になると、こちらのオフィスさんが専門家なんですけれども、その宣伝にいろんな制限がかかったり、広告展開する上でも例えば本当に子どもの方がいるようなところには宣伝が出せなくなったりとか、いろんなことがあるので、より広く遊んでもらうためになるべくレーティングの範囲を広げていくっていう方針でやってます。はい。もう一つありましたね。イグニスの料理の数。数ね。数いくつかな。ちょっとパッと分かんないですね。でも結構ありますし、旅の中でどんどん覚えていくんで、イグニスの成長要素の一つなので楽しみにしてください。はい。料理スキルが上がっていくってこと。上がってきます、上がってきます。はい。そうなんだ。はい。さあ次お願いします。召喚獣は倒して入手という仕様はどうなりましたか。どうなりましたか。あります。はい。ございます。これあれですね、ダスカがイベントで手に入れる仕様になってたんで聞いてるんじゃないですかね。すべての召喚獣を倒して入手ではないですけどね。ただバトルをして倒してそれで力を貸してくれる召喚獣もいますので、今の方安心してください。ちゃんとあります。はい。さあ次行きましょう。日本語と英語の音声が両方とも実装され、プレイヤーが選択できるようになる可能性は。これはアメリカからの質問でした。ですよね。日本語のボイスが欲しいってことですよね。容量の問題なんですよ。で、例えばムービーも英語のボイスと日本語のボイスがどちらも収録しなきゃいけないとなると、ロムの一つのロムの中に両方のムービーデータを入れるんです。容量単純に倍になるんですね。なのでロムの中に全てを入れて提供するのは正直ちょっと難しいので、後で
欲しい言語をダウンロードして切り替えられるようにしようかなと思ってます。はい、なるほど。そうすると、ロムの容量は圧迫せずにハードディスクに落とせるので、はい、どちらも楽しめるようになるので、そういう仕様で多分提供します。はい、はい、よくわかりました。はい、さあ大丈夫ですか？わかりやすいですか？大丈夫です。 OK ですか？はい、僕らの2人の世界になっちゃってそう大丈夫です。そうそう、ちょっと説明が分かりにくいときは言ってください、遠慮なく。手を挙げてください。はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、ゲーム中に登場する欲しいんですか？スマホの着信音が欲しい、はい、配信しろ。じゃあします。はい、はい、これどうしましょう。だから公式サイトかなんかで。そうですね。はい、なんかまあじゃあ大藤さんに提供の方法考えてもらって、じゃあちょっと開発から渡しておきますんで。本番終わったらデータをもらっておきます。はい、はい、はい、お願いします。さあ次。おズバッとくるね。あります。ちょっと俺読んでないんだけど、マジですか？これあんまり今言いたくないんですけどはい、確かに、キーアートを見てると、こうルーナがゲンティアナから受け取ろう、あれは受け取ろうとしてるのは受け取ろうとしてますね。はい、槍、矛。はい、なるほど。じゃあ戦うんだ。そうですね、戦うシーンはゲームの中で出てきますね。なるほど。出てきます。はい、はい、でも具体的な内容は別の機会にさせてください。はい、はい、ということでした。はい、さあ次行きましょう。パックスのプログレスレポートで、そうね、はいはい、一応読ませてください。はい、ベヒーモスの角折りアクションがありましたが、戦闘での V 破壊はありますか？まあさっきレーティングの説明をちょっとしましたけど、FF15 って結構リアルじゃないですか、映画。それで例えば出血を伴うような V の破壊行為とかは一気にね、Z 指定とかそういう風に一気にこうレーティングが上がっちゃうんです。なのでさっき言ったレーティングの範囲の中で許される表現を模索してます。で例えば角であったり、どっか爪が取れたりとかそういうものは大丈夫そうなので、そういったものはなるべく入れようと思ってますので、そっちで、リアクションの確かさとかアクションの上での気持ちよさとかは出していこうと思ってます。はい、はい、ということでございました。はい、レーティングの範囲内で対応していきますってことです。はい、さあ次行きましょう。ATR でありましたね。これも前回のパックスでしたね。サブ武器の紹介がありましたが、サブ武器とはどういうものなのでしょうか？ですね、あれですよね、盾とかね。まずプレイヤーのシステムと仲間のシステム若干異なるんです。プレイヤーにはサブ武器というのはなく、さっき言ったメイン武器を4つ、プリセットしておいて、それを戦闘中に切り替えます。じゃあ仲間はっていうと、仲間はメイン武器1つと、サブ武器を1つ装備して、仲間が自分で適宜メインとサブを切り替えながら戦っていくと。なので盾っていうのは前回の映像だとグラディオがサブ武器として使ってましたが、あれはノクトはメイン武器として使うこともできるし、グラディオたちに装備させたい場合はサブ武器として装備できるという、そういう感じになってます。はい、わかりました。はい、なので戦略の幅を広げようとして考えながら仲間のサブを何にするかを考えると、そんな感じで防御力を上げたり、もっと攻撃力を上げたりってことですよね。はい、そうです。はい、わかりました。さあ次行きましょう。あれこれは同じような違うな。黒チョコボ以外チョコボレースはありますか？いろいろ聞いてますね。まあ一番上はさっき答えたままですね。育成ではなく共にキャンプをしてバフをつけるシステムがあります。で真ん中の黒チョコボ以外に色違いのチョコボは今のところ予定してないですね。ただ黒チョコボはね、単に黒いチョコボじゃないので、ちょっと楽しみにしてもらいたいなと思います。でも多分みんな黒チョコボといえば一定の性能を想像するんじゃないですかね。まあそんな感じで大丈夫です。はい、認めるんかい。はい、でチョコボレースはこれもまあさっき別の質問の時触れましたけど、チョコボに乗るアクティビティが活用された例えば誰かとレースをするようなクエストがあったりとか、そういう感じで、楽しむことができますので、その期待に応えられると思います。なるほど。はい、何問ぐらいいったんだろう。まだあるのかな。いやすごい疲れるなこれ。すごい量答えた気がしますけど、まだですか？まだあるぞって言われました。はい、次お願いします。ユーザーはいろいろな建物の中に入ることができますか？これはなんか答えにくいね。いろいろな建物の中に入れますが、全ての建物に入れるわけではもちろん
ないんです。で、入れる建物の中は当然インテリアはデザインされていたり、内装はそれ用にデザインされています。ちょっとあまり面白い回答じゃなくてすいません。はい、普通の回答でした。まあすいません入れる建物もいっぱいあるぞっていうことですよね。そうです。はい、はい、わかりました。はい、次行きましょう。メンバーの過去話とか、例えば高校の時の話とかやってほしいです。メンバーを操ってサイドストーリーがあったりしたらすごい面白いと思います。てかやってほしいです。お願いします。まあなんかフレンドリーな感じなのでフレンドリーに答えますね。僕もねやりたいんでやろうと思います。これはしかもですねそうだな、まあ、ゲームの中だけじゃなくていろんな形でメインのキャラクターたちのいろんなそのエピソードっていうのを本当にそのキャラクターが好きな人がゲームの中だけじゃないところでもいっぱいそういうものに触れられるようにしていきたいなって思ってますので、期待してもらいたいと思います。ゲームの中だけだとどうしても限られてしまうので、そうですね、むしろもっとちゃんと描くには違う媒体も使ってやった方がいいというふうにも思ってます。はい、わかりました。いや高校のノクトとか超これ見たい見たいですすね。でよね。あと子供時代もあったりするからね。ああ、なるほど。はいはい、ぜひ楽しみにしてください。はい、さあ次お願いします。これね、読む前ですいませんけど、これもすごく多かったです。年齢を発売前に公開されますかですか。はい、ノクトたちのとにかくプロフィールが欲しい。ああ、なるほど。はい、公開していいんじゃないですかね。じゃあ公開しましょう。いずれじゃあ機械を作って公開してもらいます。これもじゃあなるはやでなんか公式サイトとかで上げればいいですよね。はいはい、じゃあ公開します。公開します。はい、質問早いな。あと5問、あと5問ですって。25問やりましょう。絶対コンプリートしましょう。はい、じゃああと5問いきます。シドニーはシンディに名称変更なのか、これ全然違う質問だな。触れるテックデモはどうなった。5問って言うけどこれまずシドニーっていうのは日本語の名称なんです。シンディは英語名なんですね。なので日本ではシドニーでも英語で名前を呼ぶ人たちはシンディって呼びます。で僕も海外のメディアの方たちに説明するときはシンディと説明して日本の方にはシドニーと説明してるんです。その違いなだけで何も変わってないですね。そうですね。はい、はい、触れるテックデモはこれねパックスプライムでも言ったんですけれどもちゃんと準備をして今仕様を固めている最中なので、アナウンスをお待ちいただければと思います。ちゃんと存在してますので、はい、ご安心ください。全くプロジェクトは止まっておりません。はい、はいはい、さあ次行きましょう。長いな。FF といえば音楽も魅力の一つだと思います。キャンプやチョコボの場所では音楽があるのですが、ダスカ地方を探索しているときは音楽がないので少し物足りなさを感じてしまいます。製品版では音楽はないのでしょうか。はい、フィールドの曲がないことを言ってると思うんですが、フィールドで製品版だと何かを見つけたときに曲が流れたり、流れている曲のピッチが、状況が変わると変化したり、例えばチョコボの曲なんかもダッシュするとちょっと変わったりとか、そういったことをやろうと思っていますので、ずっと音楽が鳴らない、戦闘が始まると鳴るだけではなくなるので、その辺は大丈夫です。安心してください。はい、もっと変化があって楽しめるようになると思います。はい、はい、ということで、まあ、曲も随時入ってくると思います。はい、さあ次行きましょう。おースクエニが誇る世界レベルのマスコットキャラクターのモーグリは出るのでしょうか。ああ、なるほど。世界のモーグリは今のところちょっとね残念ながら出ないんです。あれ、はい、でこれいやこれダウンロードコンテンツにするのもね技術じゃないところで乗り越えなきゃいけないものがあるんですね。何かっていうとあいつ喋るじゃないですか。喋りますね。喋るんですよ。ツイッターもやってますからね。そうなんですよ。ツイッターやってるじゃないですか。だからちょっと今15の世界観の中にいろんなものを破綻させずに入れ込むっていうのがちょっとね難易度が高くて、まずはモーグリは一旦諦めてたんです、開発側で。はい、で代わりにサボテンダーとか、ああいうマスコット的なキャラクターだけど喋んない。なのでこれはなんとかなるだろうと思って今入れようとしてます。モーグリはまあ今ニーズがすごいあるんだったらなんとか考えてはみますけど、一旦諦めました。はい。ニーズあります？一応聞いてみます。あ、そうですね。皆さん15にモーグリが出てほしい人、
すごいんすけどなるほど。でも半分ぐらいですね。冷静。はい、すみません、現実的なお話をさせてもらいますけど、半分以下でしたね、今ね。わかりました、それぐらいのニーズということで、優先順位、それぐらいで検討させてもらいます。ありがとうございます。はい、はい、一応じゃあ検討するということで、はい、はい、あと2問だそうです。はい、さあ行きましょう。FF15 にリミットブレイクは導入されますか？まあ、リミットブレイクはセブンのシステムなんで、セブンのシステムです、まあそのものはないですけど、でもね、似たようなものはありますね。はい、あります。で、そうだ、まあ、リミットブレイクっていう名前にもちょっと近いかもしれない、製品版の名前は。これもエピソード出すかに対して、いただいたフィードバックの中で結構多かったもので、ファントムソードを召喚して、はいはい、MP を消費して、なんだろう、パワーを一気に放出する技あるじゃないですか。はい、あれを MP ではなくて独立ゲージにして戦える方がいろんな戦略を考えながら戦いやすいっていう意見が結構多かったんですね。なので開発もそれを検討しまして、はい、そちらを実現する方向で今仕様の抽選をもう進めていて、でその技は結構リミットブレイク的な仕様にそのゲージを使うことでしようと思ってます。ゲージを貯めて大技を繰り出すイメージですよね。そうでリミットブレイクってダメージを受けるとだんだんゲージが溜まっていったんですけど、与えたダメージと受けたダメージ両方ゲージが溜まる仕様で今のところ調整中ですね。なるほど、はい、その他にもそのゲージが溜まるボーナスがあったりするっていう、まあ、ちょっと新しい仕様が入ってきます。はい、はい、よくわかりました。はい、さあ最後の質問かな。最後15はさまざまなロケーションがあると聞いています。それらはすべてロードを挟まずシームレスにアクセスできるんでしょうか？まあフィールドがつながっているところはシームレスにアクセスしてます。ただストーリー的にちょっとこう時間が飛ぶような時にはローディングを挟んで新たな時間の場面から始まるっていうような感じになってますね。それはそうですよね。それはそうです。はい。ただロケーション自体は全部今シームレスにできつつありますね。まだ完全じゃないところもあるんですが、多分ギリギリまで調整して、全体はシームレスにつながるようにすると思います。わかりました。まあ努力は続けていくし、もうほとんどできてるっていうことですよね。ただしストーリーの進行で飛ぶときは別だと。そうです、そうです。これでもなかなかシームレスに読み込みがうまくいかないときはデータを軽くしたりとか、ロケーションの形をちょっといじったりとかいろいろやんなきゃいけないんで、まあ、最後まで調整していく箇所なんですこれ。はい、はい、ということで30問やりきりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さあちょうどまあ時間もいい感じになりましたんで、そろそろ次回予告の方に行かせていただきたいというふうに思います。次はですねちょっと間が空いてしまうんですが、そうですね年末年明けまあそれぐらいのタイミングを目指していこうかなというふうに。そうですね。はい。ちょっと今まだこの夏前ぐらいから、開発は今ですねダスカを配信した後に受けたフィードバックも含めて開発に集中する時期にさせてもらってるんですね。なのであまりいろんなその全部入りのトレーラーを作ったりとかいろんなそのプレイアブルバージョンをカットして出したりとかっていうのがちょっと今難しい状況なんですが、それが大体多分ね年末ぐらいめどに落ち着いてくるので、まあそれからしっかりと情報を出せる準備に入っていきたい、そして3月を迎えたいなっていうふうにまず思ってる次第。わかりました。ただその間全く何もしないっていうのも全然やっぱり皆さんとのコミュニケーションとして良くないとも思うので、いろんな各地のユーザーの皆さんとお話をする機会を持ったりゲームに触ってもらえる機会を持ったりしながら FF15 を応援してもらえる基盤作りをやっぱりここから年末まで、そして3月まで、続けていきたいというふうに思って活動しています。ぜひぜひ皆さんとお話がしたいというふうに考えております。さあそれでじゃあまあ年末頃また日程は決まり次第お伝えするんですが、内容的にはまだちょっと個人的な希望でもあるんですけども、できれば敵いいですね、ニフルハイムとかいいですね、そこら辺にこうフォーカスした内容をお届けできればなというふうに考えてます。今回黒髪バッツンゲンティアナは紹介されたんですが、まだまだ女竜騎士も非常に人気がありますし、そうですね、そこら辺になんか触れられるといいなというふうに考えてます。女竜騎士いいですね、そこに触れられるようにちょっと頑張ってみましょう。そうですね。ただもう一人ねしっかりと皆さんに紹介したいキャラクターがいるんで、できればそっちも行きたいですね。はい、わかりました。さあちなみに今
公式フォーラムがオープンしたというのを最初にお伝えしたんですが、そちらのフィードバックというコーナーに、はい今回の ATR の感想を教えてくださいというはいスレッドがありますので、はいもし皆さんよろしければフォーラムにアクセスしていただいて、ATR の感想などを書き込んでいただければと思います。真摯に受け止めますはい、なので全部正直に書いてもらって構わないんで、はい、そうですね。はいはい、ということでぜひぜひよろしくお願いいたしよろます。しくお願いします。はあ、なんとか時間に全部収まりましたね。そうですね。はい。どうしようかな。なんか仕込んでる。大藤このもう段取りが全部バレてる感。今の声。誰ですか。これ仕込んでたんですね。いやー、グダグダの登場ありがとうございます。いやどうもー、なんなんすか。サプライズだったらキレがある。突然お邪魔しま。すスクエアエニックスの橋本でございます。飛び入り参加させていただきます、はい。どうしたんですか。なかなか呼んでくれないからね。俺のせいですか。 ATR はいはい。もういろんな発表書いてるけどここは呼んでもらえないんで、はいすいませんそうね勝手に出てきちゃいました大変失礼しましたい。やいやじゃあ改めましてファイナルファンタジー15プロデューサーの橋本真二さんです。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いしします。どうぞ座ってください。はい。よいしょ。でなんかあるんですか。もう僕はちょっとだけちょっとだけこの間ドイツのゲームズコンで、いろんなイベントでこうね紹介させていただいたんですけど、その時に、はい15の特製のリストバンドを配ったわけなんですけども、はいはいありましたねちょっとね僕ドイツ行けなかったもんですからそのリストバンドをたくさん送っていただいたんですね。はい日本にね送りました送りましたこれですこれ見えますかね。あーロゴ付きのね、これをそれをこれをですね、今日できるだけ割と多めにもらったんで、皆さんになんとかお渡ししたいなということで、こちら持ってまいりました配るってこと。配りたいんですけどこれどうなんですかね。今こちらどうや大丈夫ですかね。って配る大丈夫丸大丈夫。あ、配るんですか。じゃあはいじゃあですね。じゃあちょっとちなみに数足りるんですかね。ね、数がどれぐらい来たんですか。じゃあ正直ね絶対知らねえのかよ知らない結構あるけどね大丈夫なのかな。まあじゃあもし足りなかったら後日とか。そうですそうですねはい。ごめんなさい、在庫限りということで。在庫限りでごめんなさい、許してください。はいじゃあですね、この後ドラクエのステージもありますので、危なくないようにスタッフさんの指示に従っていたそうでだいて。すね、もうこういう状況でございますので、はいプレプレゼントをあげるおじさんという立ち位置で行くんですか。そうですね。ちょっと美味しい立ち位置で、ずるいっすね好感度アップ。皆さんの好感度を上げていきたいかなと思ってます。すげえずるいなはい。MD も担当してるんでね。あそうねこれ T シャツはいこれね私のほらもうすでに購入されてありがとうございます。ちらほらいますよ。通りの向こう側でございます。ありがとうございます通りの向こうでございます。はい。じゃあ後ほど配る段取りについてはスタッフさんの方から説明がありますので、よろしくお願い申し上げますそちらをください。はい、よろしくお願いします。じゃあせっかくなんで橋本さん一言。そうですね。はい。先ほども言いましたように、ドイツでも発表させてもらいましたけど、大変お待たせいたしましたファイナルファンタジー15、いよいよ2016年、発売したいということで、今鋭意田畑含めてですね開発総力で作っております。もう少しですねお時間頂戴できればと思います。はいぜひご期待ください。今日はご来場ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ終了ですか。さあということで今回のアクティブタイムレポート東京ゲームショウ出張版はこれにてお開きとさせていただければと思います。はい。会場にお越しの皆さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございましたそしてネットでご視聴中の皆さんもどうもありがとうございました。はい、皆さんどうもありがとうございました。ではですね、左右からゆっくりこうはけていただく形でお出口の方から順番に渡していきたいと思いますので、真ん中からゆっくり開けていただいて、スタッフの方ちょっと前開けてもらっていいですか。前開けて